世代ばっかだからさ、これから伸びるなって感じで、トヨタも結構外の人とかさ、ちっちゃいからもうおじいちゃんおばあちゃんばっかになってくるから。今先切り出してる。いやだからさすがにその相談もさ頑張っていくんじゃん。だからちょっと車でふもとまでちょっと降りてよ。毎日仕事はこれなんか今日はあれやろうねこれやろうねって決めてる。いやいやそうなんかこの今日はこの作業やろうみたいな大体もうそういうルーチン化もできてた。山仕事のルーチン化。あ、そうだよね。もうルーチンぐらいしてるもんね。そうなんだ。職人ねや。今ではなんかまだお手伝いも今本格的にやってる。
米と大豆はそうだね。でもさ、人によっては他のもの作ったりする人もいるわけでしょ。ああ、そうだね。大豆あんなんなってると思わんかった。いや、かなりいや、それだって1年間の1年間最後これはきついね。すごいじゃん。いやー、ほんと最後の最後でイノシシに全部やられた。霜か。そうだね。だから自分の子供をいや、嬉しいわ。いや、でも開けてみないと分かんないですね。結構怖いね。できてる感じだったんですか、ほとんど。
米は何キロぐらい？米200すごいね。でもさ、普通にこのメンバーがこう食べる。ゆうじくんの小さいとか小さいってやったら結構すぐ終わっちゃうね。年間60キロ。前あったとこ、前植えたとこあるじゃん。すごいね。前だってあそこだけじゃん。収穫が落ちるんだ。白いね。だから切り出してる。光と水か。まあそうだろうね。じゃあ、いや、前に切ったやつ。葉に気がついた。いいんじゃない？もうそろそろ。あれかな、なんかうわー、めっちゃ燃えるね。葉っぱすごいね。なんだ、それがないとこ最初の苗を。あ、それも作るんだ、自分たちで。買うわけじゃないもんね。別になんかできた種と普通に植えたらすぐになる。いいやつね。すごいね、自給自足だね。バーではないけど。バーではないけど。ね。自給自足。
愛思えそう。2人でやったら早い。あ、そうだね、そうだね。でも綺麗に燃えてないよ。燃えた。あの滝は僕の作用に残してある。ロシア在住になってしまった。日頃使うの英語なんだよね。言葉はね、全然ね、協力隊とはまた全く違うね。生活の形が。協力隊はもろ現地に入るからさ、言葉はまあ喋れるようになるじゃないですか。これはちょっと普段仕事で使う言葉が違いすぎて。そう。基本仕事だからさ、カンボジア語を習得するタイミングもなければ、する気も起こらないそういう状況だ。まあだからさ、喋れるようになりたいなと思うものを勉強したりする時間がマジで